強運を待つんじゃなくて、強運に選ばれる人になるからこそ、人生うまくいくんです。はい、人生学校です。今回は、大浦恵子さんの跳躍五輪書、強運に選ばれる人になるの究極のまとめ。早速目次から行きましょう。1、強運に選ばれる人究極のトップ3。2、強運が逃げちゃう人参戦。3、これから強運に選ばれる人になるために、やると良いこと究極のトップ3。ぶっちゃけ運についての本たくさんありますよね。ですが今回強運の方から選ばれる人になるための究極に大事な部分が網羅されています。15,000円本、強運の法則、西田文夫先生がめちゃめちゃ推薦。60戦無敗の宮本武蔵が残した五輪書を読み解いた貴重な内容なんです。では今日も楽しく学んでいきましょう。1、強運に選ばれる人究極のトップ3。第3位、先手を取る。強運に選ばれる人になるために、とにかく先手を取るが大事なんです。相手よりスピードを持って先に対処するとも言えます。なぜかというと、何事も先手を取る方が断然有利だからです。統計データでは、なんと将棋でもチェスでも囲碁でも先手の方が有利なんです。先手を取る意識を持つだけで、スピードを持ってパッとチャンスをつかむ確率も上がるはずです。ついでにスピードを出そうとすると、勢いも出るので、今までなかなか取り掛かれなかったことにも取り掛かれるようになります。例えば、同じ本要約系の YouTube チャンネルで、先駆的なサラタメさん、学識サロンマーさんなどは、チャンスと感じたとき、パッと掴んだ人です。例えば、ヒカキンさんがもし今から知名度ゼロでスタートしても、今のチャンネル登録数には絶対なっていません。チャット GPT が流行り始めた時期に、周りより早くアウトプットして、すでに恩恵を受けている人、今激増していますよね。それくらい先手を取ることを意識して、早く決断して、早く行動を始められる人は、強運に選ばれる人なんです。第2位、ライバルの研究をする。ライバルの研究をすること、自分たちが思っている以上に大事です。ライバルの研究ってついつい面倒で避けてしまいがち。このライバルの研究をしっかりできている人は、強運に選ばれて、チャンスをつかむ確率ぐんと上がるんです。強運に選ばれる人って間違いなくライバルの研究をして、ライバルより優れようと思っています。人それぞれのステージでライバル必ず存在しています。そのライバルを研究して、いいところを取り入れて、良くないところは取り入れないようにする。それだけで勝つチャンスが断然上がります。中国の孫子で有名な言葉に、彼を知り、己を知れば百戦危うからずがあります。これは敵の現状をしっかりと把握して、自分自身のことをよくわきまえて戦えば、100回戦っても100回勝つことができるという意味です。ライバルの研究しっかりすること、めちゃめちゃ大事です。第1位、一歩も引かない強い心。強運に選ばれる人になるために、最も大切なこと、それは、一歩も引かない強い心です。結局のところ、強運に選ばれる人、すべての根本は、一歩も引かない強い心なんです。実力の前に強い心があるかどうか、そして強い心のある人は、宮本武蔵のように、たとえ相手が大勢でも、相手の弱い方じゃなくて、強い方へ果敢に攻め続けることができます。1800人の暴走族の総長をやっていたバリ島の大富豪で有名な丸尾兄貴に直接聞いたんですが、喧嘩の時は一番強い相手が誰か見極めて先手を取って頭バーンや。一歩も引かない強い心があるからこそできるんです。一歩も引かない強い心を持っている人は、不測の事態が起こってもひるむことがありません。本当は違うかもと思いながら忖度することありませんか？手強い相手でも違うことは違うと言えるようになりたいものです。そのためには一歩も引かない強い心、どうしても必要なんです。一歩も引かない強い心を手に入れるために、人生学校的には強気強気と声に出して100回くらい言っているとガチで強気になってくるのでおすすめです。強気強気強気。2、強運が逃げちゃう人参戦。一つ目、
同じやり方で3回失敗する。宮本武蔵が今生きていたらこういうはずです。2度の過ちはやむを得ないが、3度目はまずいぞ。なぜかというと、もし侍の時代に剣術で1回目攻めてダメな時、次も全く同じ方法で攻めていたら、完全に命取りだからです。武蔵は言います。1回目失敗しても2回目は同じ方法でも相手がまさかと思う方法で試してみなさい。それでもダメなら3回目は全く違うアプローチで試しなさい。例えば、現代の人間関係でもしうまくいかない方法を3回連続で繰り返したら、めっちゃ嫌われて往復ビンタものです。このように相手の反応に敏感になって、その都度臨機応変にアプローチを変えられる人こそ、強運が逃げちゃわない人の特徴なんです。二つ目、トップを目指さない。トップを目指さない人は、強運に選ばれる人になれません。強運に選ばれる人は何かを始めるときトップを目指すんです。なぜならトップを目指すと思っていたとしてもトップになるのは簡単ではないんです。唯一トップを目指すと思っている人の中で実力があってタイミングもぴったりあって初めて結果を残すことができます。例えばダウンタウンのまっちゃんはお笑いを始めた時からどうせやるならトップを目指そうと思ったと言っています。実力があるとかないとかの問題ではなくて、最初からやるならトップを目指すという意気込みがあるかどうかなんです。やるならトップを目指すという意気込みこそ、強運に選ばれてチャンスをつかむ人の考え方なんですね。三つ目、量をこなさない。吟味しない。量をこなさない、吟味しない。完全に強運が逃げちゃいます。なぜなら現実世界で量をこなさなければ結果が出ることはないからです。かといって量をこなしてもその都度吟味をしなかった場合、ひたすら間違った方向で空回りすることになりかねません。量をこなして吟味する。この二つが揃って初めて強運に選ばれるチャンスをつかむことができるんです。宮本武蔵が残した有名な言葉があります。千日の稽古を短とし、万日の稽古を練となす。さらに武蔵は言います。うまくいかなかったことを吟味せよ。大量行動して吟味する。大量行動して吟味する。この繰り返しができる人が最も強運に選ばれる人なんです。3、これから強運に選ばれる人になるためにやると良いこと究極のトップ3。第3位、全体を見て本質を見極める。全体を見て本質は何かを見極めることで強運に選ばれる人になります。本質がわからず枝葉の部分ばかり見てると優先順位もエネルギーの注ぎどころもわかりません。するとそのうち今やっていることに迷いが出て進めなくなってしまいます。例えば富士山の頂上に登ると決めたとします。富士山の全体像を把握してどんなルートでどんな日程で行くのか、登るために必要な本質は何か、全体と本質を抑えていれば頂上まで行ける確率爆上がりします。優先順位が分かって現状把握もしっかりできるからです。今あなたがやっていることの全体のロードマップは見えていますか？今あなたがやっていることの本質は何ですか？自分に問い続けることで日々の選択にブレや迷いがなくなってあなたは強運に選ばれる人になれるんです。第2位、生き残るために万事に備える。生き残るために万事に備える。この心構えが強運に選ばれる人の姿勢です。なぜなら宮本武蔵の時代、勝負に負けることはすなわち死を意味するからです。生き残るためには一回の負けも許されないんです。逆に相手に勝つということは相手が死ぬということ。つまり勝てば勝つほど命を狙われます。武蔵は言います。二つの道をたしなむこと、これ武士の道である。文武両道、学問と武道が大切というわけです。なぜかというと、実戦で生き残るためには武道だけではなく知識も必要だからです。頭も使い、技術も使う。勝って生き残るためにできることは全部やる。武蔵は二刀流で有名ですが、生き残るために武士が腰に刺した刀2本を使っていかに勝つかを考えた結果、片腕で刀を扱えるようになったんですね。
武蔵は生き残るために万事に備えていたからこそ、戦いの時もいつも通りの平常心で対応できた結果、60戦無敗なのです。自分が今できることは全部やると思ったら、大抵のことはなんとかなるはずじゃぞ。第1位、一つずつ型をつける。強運に選ばれる人になるためにこれからやると良いのはこれ。一つずつ型をつける。めちゃめちゃやることがたくさんあっても、やることは目の前の一つ。終わったらまた目の前の一つにすぐ取り組む。この繰り返しなんです。このことが分かっていれば、どんなに多くのことがあったとしても大丈夫です。宮本武蔵は大人数と戦う時も、相手がかかってきて隙があるところへ一人一人対処して、しかもその一人にとらわれず、そのままの流れで次の人にさっと対処するというように、まるで水が流れるように対応することが大事と言っています。ここで最も大事なポイントは、一人一人最後まできちんと終わらせてという形ではないことです。目の前に対処しつつ、全体の流れも見て、目の前のことだけにとらわれない視点で、パッパと一つずつ型をつけるのです。具体的に言うと、たくさんやることがあっても、まず一つ目にパッとすぐ取り掛かる。一つ目の時間がかかりそうならとらわれず、二つ目にパッとすぐ取り掛かる。このように臨機応変に水が流れるように進めていくのです。このようによどみなく進めていくことで、結果としてとんでもない量をこなすことができるはずです。宮本武蔵のように万事に備え、先手を取って量をこなし吟味する。これができれば現代でも強運の方から選ばれる人になるはずです。さらに実際に行動に移せるように人生すべての土台となる潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を公式 LINE にてプレゼントします。動画下にある概要欄の公式 LINE リンクをクリックしてしばらく先になると思いますが次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。おまけです。有利でも気を抜かない。ここまで聞いていただいたあなた、こう思いませんでしたか？私、割とできてるかも。武蔵はいくら自分が有利になっても気を抜いてはならないと言います。その気持ちが命取りにつながるからです。生死をかけた戦いを60回もして生き残った強運から選ばれた人、武蔵だからこその深い言葉ですよね。油断大敵じゃぞ。万事に備え先手を取って量をこなし吟味する。そんな生活をこれから送るあなたに強運の方から選ばれないわけがありません。あなたが強運に選ばれるのは時間の問題です。ちなみに人生学校は3度同じ失敗を全然しちゃうタイプです。人生学校ではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、早く読んでおけばよかった、最高と感じた本のまとめを10分程度で1週間に1本配信しています。有益な情報と感じるものだけに厳選しています。いつもご覧いただいてチャンネル登録いただいていないあなた、応援の意味でもぜひポチッとね、チャンネル登録ボタン押していただけると火星までジャンプするくらいめっちゃ喜びます。さらにメンバーシップ限定動画では3000万円以上自己投資して学んだ内容が160本以上、今なら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴できます。ピンとアンテナが立った時はお試しのつもりでまず1ヶ月覗いてみてくださいね。メンバーシップのリンク先が表示されている間は見られるはずです。今回の大浦恵子さん、跳躍五輪書、強運に選ばれる人になる、興味のある場合はね、ぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは万事に備えて先手を取って量をこなし吟味すれば強運に選ばれる人に必ずなります。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。